はい、発表します。よろしくお願いします。はい、では、英和システムマネジメント ESM の小林が、From LALR to IALR Ariama's Next Step というタイトルで発表します。よろしくお願いします。最初に自己紹介です。小林純一と言います。Ruby 会議初登壇です。よろしくお願いします。普段はですね、英和システムマネジメント ESM という、会社で Rails エンジニアをしています。ESM 社内にある構文解析機研究部、僕は略してパーサー部って言ったりすることもあるんですけど、その一員です。趣味はですね、パーサーはもちろんなんですけど、その他に、音ゲーやったり、ボドゲーやったり、俳句読んだりっていうことをしています。で、音ゲー仲間はいるんですけど、ボドゲとか俳句の仲間がなかなか見つからないので、ちょっと大絶賛募集中ですので、昔やってたよって人とかいたら、この話の内容一切関連しなくていいんで、声かけてください。よろしくお願いします。はい。で、この発表に関係する肩書きとして、リャマのコントリビューターですっていう自己紹介を用意していたんですけど、おととい、オフィシャルパーティーの時にコミット券をもらったので、コントリビューターからコミッターになりました。ありがとうございます。はい。少し弊社の宣伝です。ESM はですね、Ruby 会議2024で、ナイトクルーズスポンサーをしております。で、デイゼロにこんな感じの船に乗ってクルーズをやりました。まあちょっとあいにくの天気だったんですけど、参加してくださった皆様ありがとうございました。で、今年弊社からは、計10名参加していて、スピーカー2名、LT1 名、カラオケ枠1名という割り振りになっております。今年も例年通り、大人数でお邪魔しております。はい、ありがとうございます。では、改めて本題に入っていきましょう。まず、リャマについて軽くおさらいをしておこうと思います。リャマはですね、Ruby で動く LALR パーサージェネレーターです。去年の Ruby 会議2023で、金子さんがあそこに座ってる、はい、金子さんによって、発表されました。で、Ruby をビルドするのになんで Ruby が使えるのっていう質問をたまにいただくことがあるんですけど、Ruby をビルドするときにはベース Ruby っていうその Ruby ビルド用の Ruby というのを、使って良いことになっているので、それで動かすことを想定して、はい、作られています。で、今日ですね、LR パーサーってそもそも何っていう話はちょっと時間の都合上入れられないので、金子日記という便利なドキュメントがありますので、はい、ここに貼った記事を、LR パーサー完全に理解したを読んでもらえると完全に理解できるので、今日ここに来た皆さんは全員必ず読んでください。はい。で、僕がリャマにどういうコントリビューションをしてきたかっていう話を、大きく分けると2つあるんですけど、1つ目はネームドリファレンシズっていう機能の追加になります。で、これがどういう機能なのかとか、実装の時どういう、問題があったとかっていうのは、大阪 Ruby 会議で日本語、Ruby カンフ台湾で英語でそれぞれ発表しているので、興味がある方はスライドを見てみてください。それからもう一つはですね、リャマの内部パーサーを手書きじゃなくてラックで生成するようにしたことです。リャマ本体のメンテナンス性っていうのも考えると、手書きよりもパーサージェネレーター使っておいた方がいいので、置き換えました。で、まあ実際置き換えてやると、文法の見通しなんかも良くなったんで、良かったなと思っています。で、これによって Ruby3.3 の、リリースノートに自分が作ったパッチが載るという実績を解除しました。で、これ、Bison の文法ファイルを持ってきて、それをこう落用に変換するだけだったので、実は結構簡単なタスクだったんですけど、昨日の前田さんの発表でベタ褒めしてもらってすごい嬉しいです。ありがとうございます。はい。で、この発表とか、その先を通して解きたい問題の話を次にしようと思います。解きたい問題をまず一言で言うと、Ruby のレキサーの状態を管理するのが大変だから何とかしたいっていう、ところになります。順を追って説明していきます。簡単な例を持ってきてみました。括弧なしの1から始まるエンドレスレンジと2の OR を取って表示するっていうプログラムですね。で、これ実行結果どうなるか。金子さん分かりそう。分かんない。動かせる人は動かしてみてほしいんですけど、動かしてみると、シンタックスエラーになります。これエラー内容がちょっと面白いのが、縦棒2本
じゃなくて2本目の縦棒1本のところで、シンタックスエラーになるんですね。縦棒2本オアとしてトークナイズできていないっていうことになります。なのでこれパーサーじゃなくってレキサーの問題だということが分かります。すいません、行き過ぎた。で、こういう時にどういう流れでエラーが起こったのかっていうのを知るのに便利なのが、ダンプイコール y もしくはショートハンドとしての-y っていうのがあるんですけど、これを使うと、便利です。実行時のパーサーの情報が、こういう画像に貼ったみたいな感じでバーっていろいろ流れてきます。すごい手が震えてるんだな。なるほど。この中でですね、はい、続けます。この中で、NEXT トークンっていうのを表示している行があるんで、そこだけ引っ張ってきてみるとこんな感じ。で、P を取ってきて、1取ってきて、ドット2個取ってきた後に縦棒っていうふうに取ってきてるということがわかりますと。で、実際に、パース Y の中の YYRX 関数見てみると、縦棒1本読んだときに、次が文字縦棒であるかどうかっていうのをまず見る if 文があります。で、もしその中に入ったってことは、縦棒2本を認知している場合なんですけど、普通は OR を返すんですけど、レキサーの状態がベグっていう状態だった場合だけ、今読んできた2本目の縦棒っていうのを読み戻して1本だけトークナイズして返すっていう実装になっているんですね。で、ちなみにこのコードを全く同じやつが初日の金子さんの発表に出てきてるので、このコード見覚えがあるぞって思った人は金子さんの発表ちゃんと聞いてるか普段からパース Y をいじってるかどっちかです。で、レクスステートがパース中にどう変わっているかっていうのもダンプ Y で分かります。で、実際にこう動かして見てみるとどうなるかというと、こんな感じですね。下の方にベグから始まってベグに変更して縦棒1本、その後ベグをラベルに変更して縦棒1本っていうふうにトークナイズしていることが分かります。で、今のは一例なんですけど、こういう個別具体でレキサーの動作が怪しいっていう例は他にもあって、で、それぞれコードを直接直してやれば解決する問題ではあるんですけど、直そうって思った時に困ってくるのが、影響範囲の特定です。パース Y って16000行を超えるでかいファイルなんで、その中から状態をこう変更している場所を一生懸命探してきて、で、修正による影響を考えなきゃいけないっていう羽目になってしまっていますと。で、あと、すみません。僕は Ruby 本体の方にはまだ深入りしてないので詳しくないんですけど、レックスステート以外にもいくつかレキサーが見ている変数があって、で、その変数の内容によっても処理が変わるっていうことがあるようです。で、なんで、それは魔境になるよねっていう話ですね。で、これがさらにですね、絶望ポイントとして、このコストが今後何もしなければ減ることはないっていうところです。要はまさに大パーサー時代っていう名言で知られる、去年の金子さんの LT があるんですけど、もう一つ名言があって、パース Y は今が一番読みやすい。いや、本当に笑っちゃうんですけど、まさしくその通りで、Ruby の文法って読みやすさとかそういう話ではなくって数学的なもうちょっとカチッとした方の意味合いで複雑になる一辺倒で簡単になることってまずないんですよ。なので上がっていくしかないっていうことがわかると思います。と言いつつリャマがいろいろ頑張ってるんで今ここ10年で最高のパース Y だと思うんですけど、それがそのうち天地開闢以来の最高のパース Y になるかなってなるといいなって思ってやっています。あと、もう一つ別の視点として、この問題を難しくしているのが、パーサーとレキサーが密結合しているっていう問題ですね。教科書的にはパーサーとレキサーって分離可能だと考えられてきたんですけど、現実問題としてレキサーの状態はパーサーの状態に大きく影響を受けるわけです。どういうことかっていうと、同じ記号の並びであっても、それまでに何を読んできたか、つまりパーサーの状態によって、トークナイズしたい内容が変わるっていうことがよくあるんですね。縦棒2本だと思ったら、ブロックの先頭に書いてあったので、ブロック引数を受け取るやつの中身がないやつでしたっていうと、縦棒って分けなきゃいけない。これ多分ステートがベグになってた場合、1本ずつ分けるのになってるのの例だと思うんですけど、はい、こういう場合です。あと、小なりハイフンは、ヒアドックの開始記号だと思ったら、アレイに-1をプッシュしたいんですよ、みたいなこととか、一番下面白くって、%s ブレース A ブレース閉じなんですけど、これ普通にパースすると、A っていう名前のシンボルができるリテラルなんだけど、
1の後ろにくっついてくるとどうなるかっていうと、1に対して S でモッドを取り A を評価するブロックを渡したっていうふうに解釈されるんですね。なので、こういうふうに%S ブレース A ブレース閉じっていうふうに全部別々にトークナイズしなきゃいけないみたいなことが、まあここにあるだけでも面白いと思うんですけど、わんさかあります。はい。まあなのでこんな感じでいろいろレキサーって大変なんですね。なんで、このレキサーの大変さをどうにかしたいということで、リャマに導入しようとしているのがスキャナーレスパーサーというものになります。で、これ、金子さんの作った Ruby パーサーロードマップから持ってきましたけど、赤く囲ったとこですね、スキャナーレスパーサー。はい、ここに挙げられているものです。で、スキャナーレスパーサーって何っていう説明を少しすると、ソースコードからレキサーがトークナイズしてパーサーがパースしてっていう2つのステップが、まあ教科書的には話になるんですけど、それを1ステップでやってしまおうという考え方とか、まあ実装とかいうものになります。まあなので下の図に書いた通りですね。ソースコードを呼び込んだ時に、レキサーに当たる部分とパーサーに当たる部分っていうものがお互いに連携を取りながら、例えば今のレキサーの状態を見て、パーサーの状態を見てレキサーがトークンを切り出すみたいなことを普通にするわけです。で、そもそもこれどういう発想かっていうと、ソースコードを読んでる途中でパーサーが次に受け取れるトークンっていうのはどういうものがあるのかっていうのは文法ファイルから推測可能だっていうところから発想を得ています。で、これ作るとレキサーの動きをわざわざ定義する必要がなくなって、パーサージェネレーターを使っている人たちがそのレキサーの状態の管理から解放されるはずというのがメリットになっています。で、スキャナーレスパーサーの実装というのはいろいろあるんですけど、リャマに入れようとしているのは PSLR というアルゴリズムです。2行目に書いた URL のところに論文貼ってあります。後でスライド上げますので見てみてください。アイディアとしてはシンプルで、状態ごとに読み取り可能なトークンっていうのはさっき言った通り計算可能なはずだから、パース時にそれを、疑似レキサー、内部のレキサー部分ですね、に教えてやるという発想です。まあ今日はこの話はメインじゃないので、詳細のところは割愛します。で、PSLR の実装のためにはですね、依存の矢印が伸びていて IELR と書かれているんですけど、ようやく本題に入ります。これが必要です。実は PSLR っていうのは、リャマで今採用されている LLR から素直に実装できるものではなくって、LLR では PSLR のパーサー部分ですね、の能力としては不十分であるっていうのが、問題点としてあって、カノニカル LR と同じ、パース能力を持つ LR アルゴリズムを必要としていますと。なんで LLR って実用的なアルゴリズムなんですけど、カノニカル LR だとパースできるけど LLR だとパースできないみたいな場合があるということです。で、LR の詳しい話はしませんって言ったんですけど、カノニカル LR と LLR の話はさすがにちょっと話しておこうと思います。読んだトークンっていうものが、ルックアヘッドセットっていうものが、状態にくっついてるんですけど、その状態にルックアヘッドセットに含まれてるならば、ある文法でリデュースするっていうのを、まあ、シンプルにやるのがカノニカル LR ですね。で、LR 法の中ではこれパース可能な言語の範囲が一番広いアルゴリズムなんですけど、素直に実装してしまうと状態数がこうものすごく大きくなってしまって、オートマトンがでかくなる。で、オートマトンがでかくなるとメモリ使用量が増える。それから、自己速度が落ちるみたいな、そういう、問題点があります。なので、カノニカル LR に対して、ルックアヘッド LR 略して LALR というものが考えられていて、これはその状態の中で同じ格を持つものっていうのをマージすることによって状態数を減らそうというアプローチを取ったアルゴリズムです。実際、カノニカル LR にはマージしても動作が変わらない状態の組み合わせっていうのがすごくたくさんあって、なのでマージによってこうメモリ使用量をかなり抑えることができたりします。ただ、そのマージの条件が同じ角を持つっていう素朴なものになっているので、状態のマージによってカノニカル LR、さっきの通りですね、カノニカル LR ではパースできるけど、LR だとパースできないみたいな、入力が発生する。で、それは全部コンフリクトになるんですね。で、そのコンフリクトのことを、Bison のドキュメントから名前を借りて持ってくると、ミステリアスコンフリクトと、呼ばれるものになります。はい。ということで今日の本題 IELR の話です。
IELR っていうのは、PSLR のその論文の著者たちによる先行研究として、考案されたものになっています。論文がまたこれも公開されています。LALR の強みであるそのメモリ使用量の少なさっていうものを維持しつつ、LALR とカノニカル LR の間にあるパース能力の差っていうのを埋めるための、アルゴリズムです。で、具体的にはどういうアルゴリズムかっていうと、発想としてはシンプルで、まず LALR のパーサーテーブルを素直に作ります。で、その上でもう一回カノニカル LR と同じ方法でルックアヘッドセットをスタート状態から再計算していく。で、その時に、再計算していくんですけど、LALR のルックアヘッドセットと再計算したルックアヘッドセットからその状態のマージがミステリアスコンフリクトに、を発生させているかっていうのをチェックします。で、そのチェックが通らなかったっていう場合には、コンフリクトが起こるっていうことが分かるので、そこの状態のマージを避けてっていうか一回マージした状態を再分割して、元に戻すということをするっていうアルゴリズムです。なので、すごい平易な言葉で言うと、いつも通り全部ガッチャンコして、で、やべっていうやつだけ元に戻すっていう考え方ですね。はい。で、これをリャマに実装しましたという話を次にします。IELR のエントリーポイントとしては、この、スプリットステーツという、メソッドですね。アットステーツっていうインスタンス変数がありますけど、この中に計算済みの、LALR の状態が配列で入っています。で、開始状態から、幅優先探索で、状態遷移と遷移先の状態とこう急に放り込んでやりながら、コンピュートステートっていうメソッドが真ん中ら辺にありますけど、その急に入った各状態遷移についてコンピュートステートを呼んでやりますと。で、コンピュートステートで何をやるか。はい、こういう感じの中身、一部ちょっと中身が長いので略記していますが、の中身です。で、ステートから、ネクストステートへの遷移について、ルックアヘッドセットっていうものを、これはプロパゲートっていう、動詞を使ってますけど、ルックアヘッドセットを伝搬再計算してやります。で、ネクストステートの方でもともと持ってるルックアヘッドセットと、今計算したルックアヘッドセットの間に互換性があるかっていうのが2行目のコンパチブルっていうところですね。で、このコンパチブルに、通る状態っていうものを探してきます。で、もし互換性がなかった場合には、find で、S を検索しているので S が nil になります。なので一番最初の条件分岐に入って、スプリットステートで状態が分割されるということになります。で、そうじゃない。もし互換性があるっていうことが分かったら、そのルックアヘッドセットは、普通に伝播していいということなんで、なんだっけ、ルックアヘッドセット、伝播したルックアヘッドセットかを、これもまた複数の状態から送られてくること、伝播されてくることがあるので、LALR の方の状態を更新してしまうわけにはいかないんで、別の、アイテムルックアヘッドセットっていう、インスタンス変数に保存します。で、さらに保存、再計算しましたっていう、記録もつけておくと。で、その記録もついているってことは、一番最後の else の分岐に入りますけど、もともと再計算されたルックアヘッドセットもあるし、新しく伝播されてきたルックアヘッドセットがあり、で、そのルックアヘッドセットは元の LALR と互換性があるっていうことになるので、再計算したやつら同士でマージをしてやるっていう、こういう、アルゴリズムになっています。なので、さっきのこっち側の、ところで書いてますけど、これ、幅優先探索してますよね。なので、開始状態から各状態遷移ごとに次の状態に、こう、ルックアヘッドセットを伝播していくと、マージしちゃまずかったやつだけが、スプリットステートで分割されていくということになります。はい。で、まだドラフトなんですけど、とりあえずざっくり動くものができたので、プルリクエストの形にしてあります。ゴールデンウィーク入る前ぐらいだったっけな。はい。
で、数字が小さくてちょっと見えないと思うんですけど、これ実装するのに必要なコード大体250行から300行ぐらい、286ってそこには書いてありますね。はい、ぐらいでした。パッチとしては結構ちっちゃく済んで、個人的にもちょっとびっくりしてます。はい。ということで、ちょっと早いですけどまとめに入ります。パース Y のメンテナビリティに関係する問題として、歴産の管理の状態が難しいという問題を解決しようとしているという話を最初にしました。で、その解決方法としてスキャナレスパーサーの一つである PSLR っていうものを、リャマに追加しようとしていますが、今年はその前段階として IELR をリャマに実装したという発表をしました。で、IELR は何かというと、LALR の良さを生かしつつ、カノニカル LR との非互換を見つけたら、状態のマージをやめて分割をすることで、カノニカル LR と同じ、パース能力を得ようとするアルゴリズムになっています。で、今後やっていきたいことについて少し話しておきます。まずは、あれですね、さっきのプルリクエスト、まだ、ドラフトなので、マージできるようにして、マージをしようというのが最初にやれること。で、その後、最初に話した問題の解決ですね。つまり PSLR を実装して、レックスステートの管理をパース Y をいじる人たちがやらなくていいっていう方向に向かっていけるようにしていきたいなと思っています。はい、謝辞です。最初に、リャマオーサーの金子さんとコミッター仲間のワイダーさん。金子さんがいなければ僕は OSS に多分コントリビュートしなかったと思いますし、ワイダーさんがいるおかげで、壁にぶつかってもワイダーさん頑張ってるし、俺もまだ頑張ってるな、頑張れるなと思って、はい、モチベーションが保てました。ありがとうございます。それから、社内で気軽にパーサーの話ができる場所を作ってくれたコイックさんと、井戸端会議仲間の SH さん。はい。お互いによくわかんないね、とか言いながら言いたい放題できるのが非常に楽しいです。で、最後に、論文を理解するところから実装して、発表準備するまでですね、だいたいこれ半年ぐらいかな、かかったんですけど、その間、生活面で、うちの妻がいろいろ配慮してくれていますので、妻に最大限の感謝を送りたいと思います。この後夜に合流して、明日は夫婦旅行しようと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今日の発表の中で出てきた、URL をいろいろまとめました。後で、アップロードしますので、はい。よろしければご覧ください。はい。最後に、今年は、パーサーの話がいろいろありました。リャマ勢の発表はもちろんなんですけど、その他にですね、パーサーを利用する話とか改善していく話っていうのが、さっきの金子さん、昨日の金子さんの LT の中でも、この7つが、確か挙げられてたと思うんですけど、そういう話もありましたし、あと、パーサーの話を聞くとピクって顔が上がっちゃってたんですけど、LT の中にプリズム使ってますとか、パーサージェム使ってますとか、なんかそういう発表もあったり、はい、したのが面白かったなと思いました。ちなみにこの中でこの発表全部聞いたよっていう人います？でも前の方にいる。じゃあ、全部じゃないけど大体聞いたよっていう人は？すごいいっぱいいる。ありがとうございます。ありがとうございます。なんだ。これを全部聞いた皆さんは間違いなくパーサーエキスパートになれたと思いますので、はい。大体聞いた皆さんからもぜひ、フィードバックとか、リャマへのパッチとかお待ちしておりますので、はい。皆さんよろしくお願いします。はい。ということで私の発表は以上です。今年は、この一歩、リャマのネクストステップが、今後のルビーの大きな一歩になるように、僕を含めてたくさんの仲間でこれからも頑張っていこうと思います。ありがとうございました。